皆さんこんにちは。週末モデラーのじゅんさんです。ドイツレベル25分の1、1970年ダッチチャージャーファースト&フューリアスドミニク仕様を制作しております。第6回の今回は内装の塗装と組み立ての様子をお送りします。レベルのキットはこれが初めてだったので結構身構えていましたが、思ったほどのウルトラ C ではなく、程よい辛さの大人のカレーっていう感じでした。パーツを切り出して仮組みまでしておいたのでバラすところから始めます。程よいとは言ってもところどころ笑っちゃうぐらいスパイシーなところもありました。メーター塗装のところで出てきますのでぜひお楽しみください。はい、パーツを全部外しました。どれから始めるか迷ったんですが、やっぱダッシュボードですかね。特に理由はないんですけどね。ということで準備を進めていきます。まずはパーティング処理からやっていきます。ここクリアパーツなんですよね。こんな感じで取り付けるやつです。パーツはこれですね。こういう感じです。で、取り付けたらこんな感じになります。これ箱の裏の写真なんですけど、メーターの位置とか大きさが、なんか微妙に違うようなちょっと違和感を感じながらも、とりあえず作業を進めることにしました。塗装の準備をするので指定色を確認します。説明書に F と書いてありますね。色の指定が見慣れない記号っていう海外キットあるあるですよね。F は艶消し黒とダークグレー、ハーフ&ハーフだそうです。シートとか他のところにも結構使うので調合して作り置きしておくことにします。クレオスの艶消しブラックとブラックグレーを使いました。タミヤのスペアボトルを使ってます。メモリがついているので調合の時の大体の割合が測れますね。黒にダークグレーなので、あんまり変わり映えしないんですけど、こういう色の何色かわからないようなやつは特に後々わからなくなっちゃうのでしっかり名札につけておくことにします。ちょっと字の汚さが絶望的ですけどね、これで OK です。調合塗料で塗装したダッシュボードがこちらです。セミグロスブラックより少しグレー寄りという感じでしょうか。はい、例のメータークリアパーツを入れていきます。クリアパーツの接着にはいつもこれを使ってます。塗料を溶かしたり曇ったりしないので、安心して使えます。こんな感じでセットできました。メーターパネルのデカールを貼っていきます。これやっぱどう見てもパーツのモールドとデカールの模様が合ってないですよね。さっきの違和感が確信に変わった瞬間でした。しかしもうここはやるしかないのでしっかり軟化させて貼り付けていきます。ちょっとかなりのパワープレイではありますが、こんな感じでなんとかなじませました。続いてステレオのデカールを貼っていきます。これはモールドとシンクしてる感じですね。つまみとかボタンの凸モールドがありますのでしっかりなじませて貼り付けていきます。しわしわですけど、こんな感じです。最後はチャージャーのロゴを貼ります。ここはモールドのない面に貼るだけなんでだいぶ楽でした。これでダッシュボードメーターパネルの作業は完了です。これチャージャーのロゴかっこいいですよね。はい、続いてシートを作っていきます。これ背面のパーツが別になっていてかなりリアルですね。ちゃちゃっとバリアパーティングの処理をしていきます。背面は先に接着しておくことにしました。こんな感じですね。ダッシュボードで使った調合塗料で塗装をしてシート両脇のレバーはグロスブラックで塗り分けます。調合塗料が割と黒に近いので違いが出るか心配でしたが、結構いい感じのアクセントになりました。
シートのモールドが結構凝っててかっこいいですよね。塗装ができたのでシートベルトのデカールを貼っていきます。これは6点式のシートベルトですね。モールドが凝っている分凹凸が多いのでしっかりなじませて密着させたいところです。デカールがしっかりしているのでちぎれたり破れたりはしないですが、柔らかくなじむのに時間がかかった印象でした。肩のベルトはこんな感じです。続いて腰ベルト。綿棒でひたすらトントンしてます。はい、左右のシートを貼り終えました。シートの色に赤のベルトがいい差し色になってますね。次はロールバーです。シルバーで塗装してあります。このボンベだけ赤色に塗りたいです。ということでボンベ以外をマスキングしてボンベとレバーを塗装してこんな感じです。ここまでだけでも2時間ぐらいかかってますけどね。ボンベにデカールを貼っていきます。これって消火器に見えますけどデカールに NOS って書いてあるのでこれニトロのボンベってことですよね。でこれまた小さいデカールメーターのようですね。これをレバーの先っぽに貼ります。メーターがあるってことはやっぱボンベなんですよね。いい感じです。内装のパーツ塗装が終わったのでここからどんどん組み立てていきたいと思います。シフトレバーちょっと面白い形してますよね。続いてシートを取り付けます。取り付け位置も分かりやすいんでポンポンと取り付けていきました。はい、黒基調のフロアにシートが馴染みますね。続いて謎の X 型パーツです。これ何でしょうね。なんか補強するパーツなんでしょうか。ただただかっこいいためのパーツっていうふうに認識してます。でロールバーを取り付けます。これぞドミニク・ダッチのアイデンティティって感じがしますよね。ダッシュボードを組み立てていきます。ステアリングコラムを入れてステアリングホイールを取り付けます。ここも実はちっちゃいデカールが貼ってあります。これ取り付けはこんな感じですね。でここにもう1個メーターを取り付けます。これもちっちゃいメーターデカールだったんですが入れてあります。これをコラムに接着するんですけどこれがなかなか難しくてですね、ポロポロしながら、何度かトライをしてようやく取り付けることができました。はい、メーターパネルのデカールとかちょっといろいろ不安がありましたがいい感じの仕上がりになったんじゃないかと思います。コラムのメーターがすごいいいですよね。ということで役者は揃いました。ドアパネルを立てていきます。パネルは黒サフの上からシルバーを拭いてやります。サフのザラザラした表面にシルバーを拭くことでだんだんザラッとしたシルバーの仕上がりを目指しました。はい、両サイドのパネルを入れました。ダークなシルバーが黒にすごいマッチしてますよね。ダッシュボードを取り付けます。パネルのくぼみに差し込むタイプですね。くぼみの形がはっきりしているので取り付けの角度とかで迷うことはなかったです。非常に収まりのいいダッシュボードです。エンジン隔壁を取り付けます。これで全てのパーツの取り付けが完了しました。内装が完成しました。じっくり見ていきましょう。レーベルのキット初めてだったので最初はビビりましたが意外とスイスイ進められました。このボンベの存在感がいいですよね。黒とダークなシルバーを基調としているのでシートベルトとボンベの赤が非常に引き立ちます。運転席ビューですね。心配だったメーターパネルですがこうして見ると全然大丈夫ですね。
横からビューです。ドアパネルのシルバーがいい感じになってると思います。あと背面の X 型パーツなんですけど、実は縦ラインをゴールドにしてます。前から見るとこんな感じ。ニトロボンベが組み立てたらここまではっきり見えなくなるので、今のうちに楽しみたいですね。内装ができたので、だいたいここが折り返し点という感じです。後半戦はボディ塗装と足回りになりますが、最後のビッグイベントはボディの合体だと思います。正直今のところ無傷で済ませられる自信はないですね。ちょっと動画のアップ頻度が少なくてごめんなさい。本当何が理由か分かりませんが、時間だけ過ぎていくんですよね。ということで今回の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。